嫁のくせによくも私に恥をかかせてくれたわね。意識を失って救急車で運ばれた私が目を覚ますと、病室にはふんぞり返るお母さんがいた。嫁の分際で夫の葬儀で寝るな、ダメ嫁。そのまま目を覚まさなければよかったのに。何が嫁の分際でだ。時代錯誤も甚だしい。嫁の立場が低いと本気で思ってるなら、もうこんな義母必要ない。こっちから捨ててやる。私の名前はゆか、37歳。家族は同い年の夫、ゆうたと10歳の娘、エミリ。お腹の中にいる男の子が出てきたら4人家族になる。娘を産んだ時とても大変だったので、子供は一人で十分だと思ってた。けど夫がどうしても2人目が欲しいというので、長い期間話し合って、なんと10年ぶりのお産だ。久しぶりで不安だけどとても楽しみ。なんたって夫の喜びようと言ったら、息子と一緒にサッカーやるんだ。いやー、バスケもいいな。釣りにも行こう。あと星を見にキャンプに行ってカブトムシを取るんだ。パパ、私は？もちろんエミリも一緒だよ。エミリは女の子だし、ママと一緒にお菓子作りなんてどう？男も女も関係ないぞ。もっと言うなら、パパもママも関係ない。家族は平等だ。誰かがやりたいことはみんなでやろう。はいはい、ほどほどにね。早く出てこい。パパとお姉ちゃんとたくさん遊ぼう。遊ぼう。こんな夫と娘を見ていたら、お産が不安なんて言ってられない。頑張らなきゃ。無事に出産して、これからもずっと家族全員の健康を守っていくことが私の幸せだ。それから1ヶ月ほど経った。予定日の前日に陣痛が来た私はタクシーで産婦人科へ。娘の時は立ち会い出産ができたが、今は感染症の心配があり、面会すらできない。とてもありがたい。産後は疲れてるから体の回復に専念したい。そう思うのは娘の出産の時の辛い記憶のせいだ。何度断っても毎日押しかけ病室に居座った義母。今回は退院してから連絡しようと決めている。私はすでに両親が他界しているので、産後は義母しか頼る人がいないのだが、絶対にそうしない。前回、産後を義理の実家で過ごし、ひどい目に遭って後悔したからだ。夫も、今回は俺が頑張るから大丈夫だよ。と言ってくれたので、必要最低限の連絡しかしないつもりだ。タクシーが産婦人科に着いた。頑張ってね。無事生まれるように祈ってるよ。と、電話で応援する夫。家のこととエミリのことをよろしくね。生まれたら写真送るね。後でいいよ。まず休んで、落ち着いたら連絡して。退院してからたくさん話聞くよ。ありがとう。そうだ、赤ちゃんの名前決めたよ。でっかい男になってほしいから、広いと書いてヒロ。いい名前ね。お世話は俺に任せろ。うん、行ってきます。私はその夜、無事にお産を終えたことだけ夫に報告した。夫は娘と2人でお祝いの歌を歌う動画を送ってくれた。2人とも音痴なのに一生懸命歌う姿が面白くて、嬉しくて、ずっと見ていたかったが、夫に言われた通り、まずはゆっくり休んだ。これから少なくとも1年間は、授乳や夜泣きやおむつ替えで忙しいんだろうな。でも夫が張り切ってるから大丈夫。忙しくてもきっと楽しい。そう信じて疑わなかった。嘘ですよね。何を言ってるのかわかりません。お願いです。嘘だと言ってください。私と赤ちゃんの退院の日、夫が仕事中の事故で亡くなってしまった。対向車線の右折車が確認せずに突っ込んできて即死だったそうだ。お医者さんは
きっと痛いと思う暇もなかったですよと静かに言った。何の慰めにもなりゃしない。私は何度も夫の名前を呼びながら、干からびるほど泣いた。まだ赤ちゃんの顔も見てないのに、話を聞いてくれるって言ってたのに、世話は任せろってあんなに楽しみにしていたのに。ママ、大丈夫？目を真っ赤にした娘に心配され、ハッとする。ごめんね。ごめんね。ママが泣いてたらおかしいよね。ママ、赤ちゃんも泣いてるよ。そうだよね。ママがしっかりしなくちゃ。パパも心配して天国に行けないよね。エミリー、ありがとう。私と赤ちゃんをエミリが腕を回して一緒に抱きしめてくれた。私は急いで葬儀の手配をしなければならなかった。まず、夫の遺体が病院から葬儀場に搬送、安置される。そして、葬儀の流れを説明してもらうが、産後の疲れや寝不足のせいか頭に入ってこない。葬儀場の方がとても優しくて、授乳やおむつで話が中断すると、娘の相手をしてくれたり、面倒な手続きは一緒にやってくれたり、本当に助かった。一通りやるべきことを済ませ、一度家に帰ろうと立ち上がったとき、そう、もう体力も精神力も限界が近いとき、義母が現れた。ああ、かわいそうなゆうた。まだ若いのに、どうしてなの？ちょっとゆかさん、どうしてもっと早く連絡しないのよ。頭に響く甲高い声。ダメージが倍増する。夫が病院にいる時から何度も電話しました。息子が亡くなったっていうのに、実の母の私に直接連絡が来ないのおかしいでしょ？千穂から聞いたのよ。ですから、お母さんにつながらないので、千穂ちゃんに連絡しました。千穂ちゃんは夫の妹だ。結婚して隣の市で暮らしている。さっぱりとした明るい性格の義妹で、エミリのことも可愛がってくれている。それより何？赤ん坊、もう出てきてるじゃないの。はい、退院してきたばかりで。なんで生まれてすぐ教えないの？面会できませんので、退院してからにしようと。は？そんなわけないでしょ？病院側が決めたことですので。孫が生まれたのに見に来るなっていうの？ああ？何様なの？大きな声を出すものだから、赤ちゃんが起きて泣き出してしまった。あらら、どうしたの？おばあちゃんが抱っこしてあげようね。両手を伸ばす義母に。おばあちゃん、ダメ！と、娘がピシャリと言った。手洗ってないでしょ？ヒロ君は生まれたばっかりなんだよ。あら、ヒロ君っていう名前なの？そうだよ。もっと別のセンスのいい名前があるでしょ？パパが決めた名前だよ。あら、そうなの？ヒロ君はママと離れたらすぐ泣いちゃうんだよ。エミリちゃんがそう言うなら仕方ないわね。急にパパを亡くして娘だって悲しいはずなのに、私と赤ちゃんをかばってくれた。嬉しいのと自分が情けないのとでまた涙が出そうになる。お母さん、明日葬儀の準備をして、明後日がお通夜、次の日が告別式ですので。は？勝手に決めたの？私に相談せず？聞いていた葬儀場の方が、こちらで提案した日程ですが、何かありましたか？と話に入って助けてくれた。不都合があるわけじゃない。自分の知らないうちに決まったのが気に食わないだけなんだ。信じられない。ゆうたは私の息子よ。好き勝手しないで。葬儀場の方たちには申し訳ないけど、食ってかかる自分勝手な義母に付き合ってられない。簡単に挨拶を済ませ、義母のわめき声は聞こえないふりをして家に帰った。子供たちを寝かしつけた後、留守電が入っていることに気がついた。夫の妹からだった。
千穂です。お姉さん、体調はどう？本当だったら安静にしなきゃいけない時期なんだから無理しないでね。うちの子供たちが熱出しちゃって手伝いに行けなくてごめんなさい。元気になったらすぐに行くね。あと、うちの母さん勝手なことを言ってるだろうけど気にしないでね。千穂ちゃん、本当は早く来て助けてほしい。そんなことを言えないけど。パパ、私たちを置いて急にいなくなるなんてひどい。これからどうしたらいいの？泣いても泣いても涙が出る。ふと物音が気になって寝室を覗くと、布団をかぶって泣く娘と、パパに会うことすらできなかった息子が寝ている。弱音を吐くのは今じゃない。この子たちを守るのは私しかいないんだから。お葬式の準備というものは時間がないのに決めることが多くて大変だ。手順やルールにこだわるといつまで経っても話が進まないし、予算もどんどん増えていく。お金は出さないのに口だけ出す義母はとにかくすべてに文句を言わないと気が済まないらしく、この祭壇みすぼらしいわ。もっと豪華にして。坊さんに払うお金は負けてちょうだい。艶振る舞いは特上寿司ね。などと言いたい放題で全員が苦笑い。私はできるだけ何も考えないようにした。夫のいない悲しみも、義母のわがままも、いちいち受け止めていたら壊れてしまう。後でゆっくり悲しむ時間はある。今は妻としてやるべきことをするんだ。私は赤ちゃんのお世話をしながら、お通夜、告別式、出棺まで何とか乗り切った。正直、気力だけで立っているような状態だった。最後の喪主挨拶の時、義妹が近づいてきて気遣ってくれた。お姉さん、大丈夫？千穂ちゃん、来てくれたの？ありがとう。顔色が真っ青よ。体調悪いんじゃない？もうこれで終わりだから大丈夫よ。ならいいけど、赤ちゃん抱くの変わるわ。そういえば、子供3人いるんだっけ？それなら安心。そう思って赤ちゃんを渡した瞬間、私は意識を失ってしまった。目が覚めると病院のベッドの上だった。体が重いけど頭はすっきりしている。点滴されているようだ。お姉さん、起きた？千穂ちゃん。ここは病院よ。倒れて救急車で運ばれたのよ。え？子供たちは私の家で預かってるから安心してね。疲れちゃったよね。無理させてごめんね。そんな、私の方こそごめん。ほんとよね。声がした方を見ると、椅子にふんぞり返って座るお母さん。ああ、身内に恥をかかせて、それでも嫁？ちょっと母さん、やめなよ。嫁の分際で夫の葬儀で寝るな、ダメ嫁。そのまま目を覚まさなければよかったのに。母さん、倒れるまで頑張ったゆかさんになんてこと言うの？迷惑かけた後に贅沢に横になっていいご身分だわ。母さん、黙ってて。ねえ、ゆかさん、仮装の順番待ってもらってるのよ。今から行けば間に合うわ。ほんと？行くわ。起き上がろうとしたが、ダメよ！義母に押さえつけられた。その点滴が終わったら、すぐ参列した人たちにお詫びに行きなさい。お詫びですか？そうよ。早い方がいいに決まってるでしょ。菓子折りを持って、お一人お一人、丁寧に誠意を持って謝罪してきなさい。私と千穂と孫たちで、ゆうたの骨は拾っておきます。倒れたことは本当にごめんなさい。お母さんが怒る気持ちもわかります。でもそれはあんまりです。こっちのセリフよ。葬儀を台無しにして、とんでもない嫁だわ。知らないようだから教えてあげる。嫁が一番優先するべきは夫。でもね、ゆかさんにはもういないでしょ？だから一番は夫の両親。その後が子供よ。子供のために弱音を吐かないようにと、夫のために
妻としてやるべきことだと。無理して我慢して、最後にこんな仕打ちはひどすぎる。何が嫁の分際でだ。時代錯誤も甚だしい。嫁の立場が低いと本気で思ってるなら、もうこんな義母必要ない。こっちから捨ててやる。看護師さんを呼んでもらえます？すぐに行きます。わかったようでよかったわ。菓子折りは私と千穂の分も買っておくのよ。後で孫たちと食べるんだから。うるさい。そんなに行きたいならお母さんがどうぞ。詫びたいなら好きなだけ頭下げたらいいんじゃないですか？なんで私が？葬儀に私の身内は来てませんし、もう関係ないです。関係ないですって？夫が亡くなったからって薄情すぎるんじゃないの？嫁という立場は変わらないわよ。あなたと話しているこの時間が無駄です。私は義母と目を合わすこともせず、自分でも驚くほど冷たい態度だった。今思うと、なんでこんな人に振り回されたり、怯えたりしてたんだろう。娘にとってたった一人のおばあちゃんだし、とか、夫を育ててくれたお母さんだし、とか、家族のためにいい嫁でいようと思ってた。頭の冴えた今ならはっきりとわかる。私がそんな我慢をしても誰も喜ばない。急いで行きましょう。私と千穂ちゃんは二人でタクシーに乗り、すぐに火葬場へ向かった。別のタクシーでついてきた義母。なんで置いていくのよ。信じられない。ちょっと聞いてるの？火葬が終わるまで私に文句を言っていたが、すべて無視した。周りに冷ややかな目を向けられても、騒ぎ続ける義母を誰も相手にしなかった。最後は小さな箱に入ってしまった夫。パパ、一緒に帰ろうね。私たちはやっと家に帰ることができた。その後しばらくの間、気丈に振る舞う娘が心配だった。私が泣いてたらパパが心配しちゃうでしょ？そう言って、引きつった笑顔でニコニコ笑うので、嘘ついて笑っててもパパ嬉しくないと思うよ。と諭した。だって、泣くのは赤ちゃんのヒロくんの仕事でしょ？それじゃあ、ママも泣きたいのに泣けないよ。そうして、やっと我慢せずにワンワン泣いて、やっと二人でいつもの顔で笑った。今日は家族でお出かけ。お礼も兼ねて、千穂ちゃんの家に遊びに行く。いらっしゃい。いろいろ大変だったわね。体調はどう？ゆっくりしていってね。三人の子供がいるちかちゃんのお家はおもちゃもたくさんあって、娘はとても楽しそうだ。楽しく過ごしていると、連絡もなしに義母がやってきた。何よ母さん、急に来ないでよ。別にいいじゃない。あら、ゆかさんもいるの？はあ。ねえ、千穂、どうして最近会いに来ないのよ。私に会えなくて寂しがってるでしょ？めんどくさそうな話が始まった。千穂ちゃんには悪いけど、私も何か言われる前に帰ろうかな。誰が寂しがってるって？孫たちよ。だからわざわざ来てあげたのよ。全然。全然寂しがってないし、もう母さんに会いに行くことはないと思うわ。私、嫁だからしょうがないよね。母さんが言ったんでしょ？嫁が一番優先するのは夫。次にその両親。その後が子供って。言ったかしら？実の母に使う時間なんてないの。うちの子供たちはしょうがないし二度と会わないって納得してたよ。二度と会えないの？自分で言ったことなのに分かってなかったのか。私だけが嫁という立場なわけないのに。エミリちゃんはばあちゃんに会いに来てくれるよね。ヒロくんと一緒に。ねえ。おばあちゃんさ。めんどくさそうにため息をついてから鼻で笑い。本気で言ってんの？私のこと、
何もわかんない子供だと思ってるでしょ。ちゃんと見てるし聞いてるよ。え？まだ10歳とはいえ女の子だ。なかなかトゲのある言い方をする。私だってあと10年くらいで嫁という立場になるのよ。おばあちゃんの言う優先順位で言うと、私とはおばあちゃんはほとんど無関係ってことね。そんなことないわ。おばあちゃんが言ったんでしょ？ゆかさん。すがるような目で私を見ても何も言わない。言うわけないだろ。エミリちゃん、そんな寂しいこと言わないで。許してちょうだい。おばあちゃん何でもするわ。何でも？うん、何でも。じゃあ、ママの言うこと聞いてあげて。え？ゆかさんの言うこと？うん。ゆかさん、まさかエミリちゃんの前で私に意地悪しないわよね。そうですね。そうよね。できないわよね。嫁という立場で私に言うこと聞けなんて無理よね。亡くなった夫は立場も性別も関係なくみんなが平等であることを望んだ人ですから。何よ。お母さん、私たち平等でいましょう。わだかまりをなくして。謝ればいいんでしょ？こないだの葬式のこと。それでいいでしょ？違うわよ、母さん。首を振りながら千穂ちゃんが言った。10年前のことよね。私はうなずく。10年前？そんな前のことを根に持ってるなんて、しつこいわね。覚えていませんか？覚えてないから大したことじゃないでしょ？へえ、母さんあれを忘れるなんて、軽蔑するわ。え？私はまだ実家に住んでたから覚えてるわよ。嫁としてしつけてやるから覚悟しなさいって言って、生まれたばかりのエミリちゃんを取り上げて、家中の家事はもちろん、庭掃除や屋根の修理までさせてたわね。ご飯もお風呂も一番最後で、あの時もゆかさん倒れたのよ。そうだったかしら。気づいた私が仕事中のお兄ちゃんに連絡したら、余計なことするなって大騒ぎしたじゃない。だって、嫁だもの。私がしつけてあげないと。私、お兄ちゃんに言ったわ。母さんがゆかさんに意地悪するから、もう関わらない方がいいって。その時お兄ちゃんは、怒らないでくれって言ったのよ。エミリちゃんにとっては、たった一人のおばあちゃんだから、なんとかしてみんな仲良くしたいって。俺が間に入って、みんなをつなぐからって。ねえ、もうやめようよ。おばあちゃん、パパのためにも謝ってよ。だって、私も嫁だったのよ。私だって嫌だったけど耐えてきたのよ。自分が嫌だったことをママにやらせるの？それは、だって、そういうものだから。じゃあ、千穂ちゃんと私にも嫌だったことやらせる？そんな。がっくり肩を落とした義母は、それ以上何も言わなかった。最後まで一言も謝らなかった義母にかける言葉なんて何もない。私は役所に、姻族関係終了届という、義理の家族と縁を切る届け出を済ませた。もうこれで、嫁の義務を求められることもない。ただ、私と義母の縁は切れても、子供たちには血のつながったおばあちゃんだ。申し訳ない気持ちに、いや、全くならない。あんなおばあちゃん、絶対に必要ないと言い切れる。あれから千穂ちゃんとは遠い親戚のような、昔からの友達のような、いい距離感で関係を続けている。話し方や笑い方なんかが夫に似ていて、兄弟って不思議だなと思う。もちろん私も頼ってほしいんだけど、地域の子育て支援や預かりボランティアさんを紹介するわ。ゆかさんは一人で抱え込んで倒れちゃうんだから、無理しないで誰かを頼るのよ。子育ては親だけでするものだと思っていた私には目から鱗だった。調べてみると、働くママやシングルマザーのためにたくさんの支援や制度がある。安心して生活できそうだ。聞いた話によると、
お母さんは息子を亡くしてかわいそうだと同情されていたのは一瞬で、産後の嫁を倒れるまで働かせた人でなし、嫁の天敵を引っこ抜き、さっさと起きろと言い放った。そんな話が広がってしまったらしい。噂って怖い。まあ、噂っていうか、ほとんど事実だけど。結局、お母さんが菓子折りを持ってあちこち訪ねて歩いている。やっと謝罪を始めたかって？いいえ。謝罪ではなく言い訳しに行っているようだ。だがあちこちで門前払いを食らっているらしい。子供たちは毎日元気いっぱいだ。休みの日は一緒に出かけるようにしてる。夫がしてあげたかったこと。全部は無理だけど、たくさん思い出を作っている。優しくて素敵なパパの話をするたびに息子は、ねえママ、僕パパみたいにママを守ってあげるね。と嬉しいことを言ってくれる。ねえパパ、だから安心して天国で待っていてね。